夏が終わり、そうめんレシピはもういいかなと思ったんですが、そうめん余りまくってます。なんでこうなったかはサブちゃん見て。というわけでまたもやそうめんレシピをやりたい。いや、やらせてください。何度でも。というわけで今日の飯は麺線だ。麺線は台湾の B 級グルメでありソウルヌードルでもある。カツオベースに鶏ガラのダブルスープ、そこにさらにとろみをつけた激うま煮込み乳麺だ。日本の材料でもめちゃ簡単に再現できるんで、このレシピでそうめんを一本残らず食らい尽くす。今日のそうめんはまだ動画で使ってないこのいただいた稲庭そうめんを使っていこう。というわけで今日使う物はこいつらだ。お手軽材料だが、より本場感を出したいやつ向けの物も後ほど紹介していく。まずはトッピング用のネギを刻んでいこう。本格的に作るならここはもちろんパクチーだが、残念ながらあちらさんとは未だに構想関係にある。大人の事情ってやつだ。理解してほしい。続いて鶏胸肉、こいつを薄めにそぎ切りにしていく。超お手軽チャーシューみたいなもんだ。肉ならもう何でもいい。なお、より本場感を出したい場合はもつを使う。もつを使う場合は 2,3 分下茹でして臭みを取っておくといい。切った肉を並べ、その上に塩コショウ、裏面も塩コショウをなじませたら魔王の白い粉片栗粉でコーティングしていく。粉でコーティングすることで旨味を閉じ込め、さらにこいつを茹でたらパサつきがちな胸肉でもプリップリでしっとり柔らか。この衣にスープがまとわりつき非常に美味しい。今日はちょっともんじゃが荒ぶってますが、何も気にしないでください。つうわけで、よし、仕込みは以上だ。そうめんを茹でるお湯をセットで、こっちはスープ用。水 500ml 添加。お湯が沸いたらかつおだしを取っていく。だし取り網をセットし、かつお節を1つかむ。だしパックや顆粒だしを使ってももちろん OK だ。このまま 1,2 分煮出していく。2分経ったら節を取り出す。ベースのカツオだし完成。さらにここに鶏ガラも加え、カツオと鶏のダブルスープで旨味を爆発させていく。香味シャンタンもしくはウェイバー小さじ1。鶏ガラスープの素を使う場合は大さじ1ぐらい。さらに味付けオイスターソースを大さじ1。台湾料理といえばオイスターソースと言えるほど味付けに頻繁に使われる。醤油小さじ半、砂糖小さじ3分の1。さらにここに生姜をすりおろす。もちろんチューブでも OK だ。よし、スープの完成だ。この後水と片栗粉を入れるんで、現時点で少し濃いめぐらいでちょうどいい。完成したらスープは置いておく。茹でる用のお湯が沸いたら先に鶏肉を茹でておく。薄切りなんですぐに火が通るはずだ。肉が硬くならないようあまり高温にはせず、ふつふつしたぐらいの温度で茹でていく。肉に火が通ったら取り出す。肉を取り出したら火力を強め、沸騰したらそうめんを投入。このそうめんは1束 80g なんで、普通の 50g 束だったら2束ほど。そうめんぶち込んだらすぐにかき混ぜるんや。かき混ぜないとそうめんがくっついちゃうんで必ずやってください。乳麺の場合、後ほどスープに入れて少し煮込むんで、伸びることを考慮し表記時間よりかなり早めに引き上げていい。麺がほぐれて軽く芯が残ってるぐらいで OK だ。1分経たないうちに引き上げ、一度流水でぬめりを落とす。冷やしそうめんは水で洗うが、乳麺の場合は麺の温度があまり下がらないように蛇口から出すのはお湯の方がいいだろう。ぬめりを落としたらスープが薄まらないようバシッと絞ってしっかり水分を切っておく。スープを温め直し、そこに先ほどの麺を投入。火力を強め沸騰直前まで持っていく。で、沸騰する前に水と片栗粉でとろみをつける。沸騰した状態で入れるとダマになるので注意だ。少しずつ様子を見ながら加え、好みのとろみに仕上げていく。本場の麺線は結構ドロドロになるまでとろみをつけるが、日本の場合はとろみはやや控えめでいい。
日本のそうめんと台湾そうめんはちょっと違って、台湾そうめんは煮込んでもやや芯が残るぐらいの食感。あの麺ならドロドロにしても大丈夫だが、日本のそうめんの場合あまりドロドロにすると麺がとろみに負けてしまい、食う時ブチブチちぎれてちょっと食べにくい。いろいろ調べたところによると、そうめんより皿うどんのパリパリ麺を使った方が本場っぽい麺になるらしい。こんな感じで麺がややもったり持ち上がるぐらい、これぐらいで OK だ。そしたら最後にこいつを投入。ウーシャンフェン。こいつ入れるときは大体台湾っぽくなる魔法の粉だ。様々なスパイスが入っているので人によっては苦手に感じるかもしれない。その時は全然入れなくて OK。 なくても十分美味しい。こういうスパイス系は香りが飛ばないよう最後に入れるってことで完成。器に麺を盛ったら先ほど取り出した鶏胸肉を並べる。さらに香味油、これはエビチリの動画で作ったエビ油をかけている。本場ではサーチャージャンという調味料を使うが、まあそれの代用だ。ごま油とかでも全然 OK。 さらに業スーに売ってたフライドオニオンをトッピング。台湾料理でよく使われる物だ。ルーローハンとかに入れても美味しいよ。仕上げにネギ、ガチ勢はパクチーを乗せておくんなさい。さらに俺はここにホアジャオをぶっかけるのが好きです。この辺のトッピングはもうご自由に。というわけで完成。いただきます。犬が増えてるのは気にしないでほしい。最近俺の本業が知ったと勘違いしてるやつがやたら犬を預けてくるが、何を見たらそう思うのか全くもって誤解です。勘弁してくれ。俺はムツゴロウじゃねえんだ。カツオだし、鶏ガラ、オイスターソース、お手軽調味料で作ったが旨味抜群、めちゃうまい。そしてなんといってもこのとろみ。食う前にいろいろ準備してたらちょっと麺が伸びちゃったけど、このグズグズ煮込んだ感が B 級グルメっぽくて好き。寒い時期にも温まりそうだ。鶏肉も片栗粉コーティングによってプリップリで美味しい。スープもよく絡んでる。エビ油、フライドオニオン、そしてなんといってもウーシャンフェン。お手軽調味料だが、この辺の調味料を使ってやれば台湾本場の風味は簡単に出せる。逆に言えばこの辺のトッピングや調味料を変えてやれば和風乳麺にもカスタマイズできる。実に汎用性の高い料理。これでそうめん消費がはかどること間違いなし。ルーローハンや乳ローメンなど様々な台湾グルメが日本でも人気だが、次に来るのはきっとこの麺線だ。間違いない。まずい。このモードは非常にまずい。もんじゃは人に対しては無害だが、対犬に関してはバチバチです。でかい犬にほど喧嘩を売ります。負けるに決まってるのに。この気合の入りを一体誰に似てしまったのか皆目見当もつかない。カオス。この空間カオスすぎる。食レポどころの騒ぎじゃない。もう早く終わりたい。全然食事に集中できないんで、麺線でおすすめの味変の紹介だ。定番は黒酢。日本人が醤油ラーメンにお酢を入れるようなもんだ。キリッと味が締まってあっさり食べたい時におすすめだ。ラー油ももちろん合う。辛党の人はぜひ。ラー油以外だと豆板醤なんかもおすすめだ。あとはこういった山椒油。これは業務スーパーに売っていたブドウ山椒オイルだ。ホアジャオ油もある。こいつを入れると刺激的なしびれが楽しめる。俺のような刺激中毒者にはおすすめだ。最近業数から消えちゃいましたが、中華料理全般で使えるので、通販で似たようなもんがあったら概要欄に載せておく。空気がやばいんで早めに撤収だ。完食。ごちそうさまでした。